内には細かいことは話してないです。仲間内にはめちゃめちゃ盛り上がりました。ボーイズ&グリース TV ご案内役の司です。そしてゲストはこちらの方。お名前は？いいのです。年齢は53歳です。お住まいは？宇都宮です。お仕事は？接骨院やってます。ご家族構成は？母と兄貴と子供2人です。そしてこちら車何でしょうか？フォルクスワーゲンタイプ2のパネルバンです。パネルバンって一体何でしょうか？後でしっかり教えていただきましょう。そして年式は1954年です。今回は1954年式のフォルクスワーゲンタイプ2パネルバンと飯野さんでお届けします。お楽しみに。飯野さん、特徴を教えてください。このバスは1955年までの、バーンドアといって後ろのエンジンフードが大きく開くタイプのバスになるんですけど、これが最大の特徴ですね。バーンドアって何ですか？後ろがこう大きく開くので、納屋の扉みたいな、形に見えるのでバーンと呼ばれてます。じゃあ希少ってことですか？これは。そうですね。もう世界的にも多分台数はかなり少なくなってきてると思います。なるほど。そしてパネルバンって何ですか？パネルバンっていうのは、バスはすごいたくさん23枚あるやつから窓がほとんどないやつ。僕のは一番窓が少なくて、ほとんど横がパネルのようになってるので。なるほど。それでパネルバン、ということですね。この色もすごい特徴的ですけど。これはドープブルーっていう青で、ワーゲンのバスなんかでは結構人気の青ですけども、僕はもうこれが大好きです。車これ1台ですか？うちに日産のキャラバンと、ホンダの N 版があります。とフォルクスワーゲンの、パネルバン3台ともバンでございます。飯野さん、愛車遍歴を教えてください。トヨタのハイラックスサーフ、その次がシボレーブレザー、その次はまたトヨタのランドクルーザー80、その次にスズキジムニーを2台乗りました。でその後にフォルクスワーゲンのタイプ1ですね、に乗りましたね。そしてこちらタイプ2になったということですね。タイプ2になりました。新しい車から急に空冷のビートルに乗り換えた理由ってあったんですか？とりあえずなんかこうかっこよく錆びた車に乗りたくて SNS を見てかっこいい車を見つけて岐阜まで息子と一緒に買いに行きました。あ、そうなんですね。息子さんも車好きですか？はい。空冷ファン？いやっていうわけじゃなかったんですけども、今空冷ファンになりました。あ、そうなんですか。息子さんはどんな車が好きだったんでしょうか？それは息子本人に聞いてみてください。では後編は息子さんに登場していただきましょう。飯野さん、いつどこで買いましたか？2024年の4月にフォルクスワーゲンの専門店で買いました。きっかけはありましたか？もともと乗ってたタイプ1が車検が切れそうだったのと、あとバスにずっと乗りたいっていうのがあってバスを探していたんですね。横浜の本木にあるフォルクスワーゲンの専門ショップにその1台があってどうしても気になって、原車を見に行って手を出せる車ではないなと思って帰ってきました。それは何が手を出せない理由だったんでしょうか？値段ですかね。でも飯野さん買ったわけですよね。結局理由は何かあったんでしょうか？やっぱりどうしても気になってその後5回ぐらい見に行って、やっぱりメンテナンスのしやすさとか車の状態希少性なんかを考えるとこれは買った方がいいなと自分の中で思って買いました。これは結構オリジナルに近い状態なんでしょうか？はい、オリジナルが結構残ってる方だと思います。飯野さん、相場的には高かったんでしょうか？世界的に見たら安かったんじゃないのかなって自分の中では思います。バーンドアって言って後ろが大きく開くタイプはなかなか希少なのでそこで値段はどうしても上がってきますね。周りの方、親戚や友人などの反応はどうでしたか？身内には細かいことは話してないです。仲間内にはめちゃめちゃ盛り上がりました。ですよね。こんな希少な車。飯野さん、どこを気に入ってますか？シンプルなところですね。そうですよね。プルンとしてていいですよね。所有者的なとこ。そうですね。もう働く車って感じです。可愛いと思います。ここはちょっとのとことかってありますか？まだこう手が入ってない部分ですね。今はミッションがちょっと調子悪くて、そこが気になります。今日は大丈夫ですか？今日はもう大丈夫です。大丈夫。はい。あと何かありますか？あとはルームミラーがもともとついてないんで、周りがあんまりよく見えないです。なるほど。確かにこれルームミラーがあってもちょっと見づらいですもんね。ということでスリリングな車でございます。そろそろ試乗してみましょう。行っていきます。はい、出発進行。おい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 。おい。いい速バッチリです。
はい、ということで乗り込みました。シートベルトないですね。はい、ないです。 OK ですか？ OK です。法律的に OK ですね。はい、この年式はついてないです。はい、でベンチシートなんですね。はい、これ3人乗り2人、前は2人ですね。前が2人で、後ろが3で、法定的には5人乗り。はい、そっか、窓がちょっとコンパクトなんですね。そうですね。そのせいでなんか不思議な光景が広がっておりますけれどもこれウインカーは、電気じゃなくてセマフォーと言われるあれですよね。はい、パタッと上がるやつ。パタッと上がるやつ。はい、子供の時からは車好きですか？そうですね。子供の頃は四駆が好きで、特にタイヤが大きくて、はいゴツゴツしたやつの四駆が好きだったんですね。あ、大人になってからそんな車も乗ってますもんね。はい、そうですね。最初に乗ったハイラックスとランクルの80とジムニー、でもシボレーもそうですね。全部車高を上げてましたね。なるほど。じゃあ結構ハイリフト好きで。ハイリフト大好きです。今も好きですけど。なんか体格がいいけどなんかされてるんですか？はい、昔は水泳をやってたんですけども、はい今はウェイトトレーニングですね。今のお仕事になる前ではどんな感じでいらっしゃったんでしょう？で小学校のその6年生の時の水泳教室で泳げるようになったのが嬉しすぎて、中学校に入ってそのまま水泳部に入ったんですね。なるほど、はいはい。はい、高校生まで水泳やってたんですけども、僕もともと調理科がある高校にいたんですね。なるほど。はい、で調理師になる予定だったんですけど、はいはい。ちょっと1週間ぐらいで職場が厳しすぎて辞めてしまって、それで地元に帰ってきた時に水泳のインストラクターの仕事があるっていうことで、なるほど。そこからそのスポーツ業界に、入りました。じゃあそこからはトレーナーかなんかされたってことですか？そうですね。その中にトレーニングジムも一緒にあったので、はい、自分でもトレーニングを始めて、はい、もうそこからボディービルにハマって、はい、栃木県で優勝をしました。はい、本当ですか？はい。他にも大会でなんかそうとか取られたんですか？他はあと全日本の、はい、体重別で4位になりました。うわ、すごい。日本4位の男ですか？すげえ。それで今整体のお仕事されてるじゃないですか。はい。そこまでどういうふうに繋がっていったんでしょうか？個人でパーソナルを始めて、なるほど。で栃木と埼玉両方でパーソナルの活動をしてたんですけども、はい、怪我のことがすごい弱かったので、はいはいはい、ちょっとやっぱり怪我の人も見れるようになりたいっていうことで柔道整復師の資格を。ああ、なるほど。はい。それで現職っていうことですね。そうですね。なるほど。空冷久しぶりじゃないですか、この車って。はい。久しぶりの空冷どうでした？これ初めて乗った時バスは。このバスを手に入れる前に、はい、いろんな人に、この年式のバスのことを聞いてみたら、とりあえずめちゃめちゃ遅いっていうことを言われたので、はい、それがすごく心配でしたね。どうでした？遅かったですか？いや、実際乗ってみたらそんなでもないです。70キロぐらいは出るので。おお、なるほど。はい。快適です。気持ちいいですね。ふわふわしてて。はい。これはちょっとやみつきになるかもしれないですけども、どんなところに出かけたりします？週何回ぐらい乗ってたりとか。乗るのはだいたい週末ですね。車が見えるカフェに行って、はい、車を見ながらコーヒー一杯飲んで帰ってくるぐらいの感じです。なるほど。で、週1回は動かしてあげて、はい、それ期間を保つって感じですよね。はい。保管環境どうしてるんですか？ガレージ保管です。ですよね。はい。これ外に置いとくにはちょっともったいないで。維持費はどれぐらいかかってますか？毎月。維持費はだいたい8万円ぐらいですね。なるほど。整備とかはどんな感じですか？整備は壊れなければ本当にオイル代ぐらいですけども、はい、今はちょっとミッションの調子が悪いので、そこの修理がちょっと怖いですね。シンプルな車ですから1回直してしまえば。そうですね。僕が乗ってる間には1回はミッションを開けるようかなと思ってたので。いずれにしてもやろうと思ってたので、ちょうどいいといえばちょうどいい。そうですね。はい。車買ってなんか楽しいエピソードとかありましたでしょうか？この車を子供と2人で取りに行った時がすごい盛り上がって楽しかったです。じゃあ息子さんと一緒に取りに行って、はい、乗って帰ってきたんですけども。そうなんですね。はい、息子さんはどんな車が好きなんでしょう？ちなみに。息子は最近空冷にはまりました。あら、これはひょっとしてお父さんの空冷の影響がある？そうですね。僕が乗ってたのと一緒にイベントはずっと連れて歩いてたので。そうか。この前の車もビートルですよね。はい。その頃から息子さんもちょっと空冷を意識し始めて。そうですね。はい。乗りたいってなって。タイプ2、今後どういう風に乗っていきたいですか？このままオリジナルを大事にして乗っていきたい。
そうですよね。結構貴重なオリジナルが残ってる素体っていうことで、他に気になってる車とかありますか？今はないですね。特になし。はい。バンを3台持ってらっしゃる。あ、特になしということで。買ってよかったですか？はい。最高ですね。はい、戻ってまいりました。とてもですね、タイプ2はふわふわしてて気持ちいい車ですよね。はい。音もですね、フラット4の音がとても良くて、視界はこれで見づらいんですが、それはそれで楽しい車なんじゃないかなと思いました。ありがとうございました。ありがとうございました。飯野さん、100点満点中何点でしょうか90点ですね。 ？90点。はい。10点足りないその理由は？まだ故障の箇所があるのと、はいオリジナルでもうちょっと揃えたいなっていう部分があるので、まあそこで90点ですかね。なるほど。はいじゃあ100点に近づけたいはいということですね。最後にズバリこの空冷タイプ2乗り続けますか？はい。息子と一緒に、はい空冷ライフを楽しみたいと思います。そうですね。空冷を変えた息子さんと一緒に楽しみたいということで、なんかいい音がしてまいりましたが、あれいいですね。この真っ黒カルマンギアでございます。はい、どうぞ。ということで後半は息子さんの直也さん、このカルマンギアでお届けします。お楽しみに。前半お父さん編ありがとうございました。また見てね。